奨学金は帳消しすべきか。僕最近奨学金帳消しプロジェクトというのが起きているそうです。僕は奨学金借りてる人のことはよく知らないのですが、公立大学への予算削減、東京国立大学の中に学費が高騰しているにせよ、自分から借金をしたのは自己責任であり、お金がなければ老人の介護でもアマゾンな手伝いもして返すべきだと思います。真面目に奨学金を返済した人が損をする。真面目に奨学金を返済した人が損をするバカを見るは当然なんです。で、ただ、社会構造としてその国の国力というのは人口とその国の教育レベルと資源によって決まります。で、資源というのは定数です。例えばじゃあ石油が出ますとかであれば、もうその石油で毎年いくら入りますって決まるので、人口が何人いるとか国民のなんか頭の良さとか全然関係ないんですよ。で、日本は残念ながら資源が魚ぐらいしか手に入りません。農業生産っていうのは人間がかかってくるので、漁業もある程度人間かかってくるんですけど、漁業って野菜を育てるのとか違って、養殖は別にして品種改良とかがあんまりないんですよね。取りに行って網で取って売るっていうのがほとんどなので基本的にはその資源産業なんですよ。いくら漁師の腕がめちゃめちゃ良かったとしても、魚の質が良くなるわけじゃないんですよ。漁師の腕がいいから魚が多く取れるというのはあったとしても、なんかじゃあ漁師の腕がいいから3倍美味しい魚が取れるというわけでもないじゃないですか。でも農家とかの場合はいろいろこう品種改良とかして3倍美味しい農作物とか作れたりするんですけど、っていうのも置いといて、なので日本って資源がほとんどないんですよ。で、そうすると1億3000万人を食わせるためには人口と教育レベルでなんとかその加工をしたりとか新しいその IT 的なものを作ったりして外貨を稼がないと成立しないんですよ。外貨稼がなくていいじゃんっていう頭の悪い人いるんですけど、残念ながら石油とか農業用肥料だったりとか種だったりっていうのを買わないと日本ってもう成立しないんですよ。なので外国からそこら辺のエネルギーを買うっていうためには外貨を稼ぐ必要があって、でそのためには人口と教育レベルが必要なんですよ。なので大学の学費が高くなると国民の教育レベルが下がるんですよ。なので大学の学費をタダにしたとしても教育レベルを上げた方が結果として国民が稼いでくれて、でそこで納税額が増えて国としての運営がしやすくなるよねというふうに割と考えるのがヨーロッパの考え方で、なのでフランスだったりドイツもほとんどタダだと思うんですけど、大学がタダだったり、っていうので割とその欧州は学費がタダに近いんですよ。で、アメリカめちゃめちゃ学費高いじゃんっていう風に言われるんですけど、そこが日本人の分かってないところで、アメリカ人でアメリカに住んでいると大学めちゃくちゃ安く行けるんですよ。まずコミュニティカレッジっていう名前はそんなに有名じゃないんですけど、地域にある大学っていうのがあって、でそういうところに行くと住民はめちゃめちゃ安いっていうのがあったりするんですよ。でも留学生がいると行くと高いんですよ。なので日本人がアメリカの学費いくらなんだろうって見るときに留学生値段で見るので、じゃあ年間に500万円かかる、それは高いよねってなるんですけど、その州に住んでると10万円で行けたりするんですよ。あとアメリカって奨学金制度が、奨学金っていうの本来の意味ですよ。本来奨学金っていうのはお金をもらうものであって、日本でいう奨学金っていうのはあれ教育ローンなんですよ。返さなきゃいけないからね。なのでアメリカは教育ローンではなくて奨学金が多いので、ある程度高校で成績がいいと奨学金もらってタダで大学に行く。で、ある程度スポーツで成果を出してるとスポーツ奨学金っていう形でタダで大学に行ける。で、音楽とかでも何かのコンクールで賞をもらってると奨学金でタダで大学に行けるっていうので、音楽でも芸術でも絵画でもいいんですよ。スポーツでも勉強でも何か秀でたものがあるとすぐ奨学金出るんですよ。奨学金だったりとか、あとうちの大学学費タダでもいいから来てくださいみたいな形で学費タダのやつっていうのがアメリカ人結構多いんですよ。なのでアメリカ人が本当に払ってる学費を平均すると多分日本人よりも額低いんじゃないかなと思うんですよね。ただ外国人の中国人とかどんな金払ってでも有名大学行きたいみたいなやつがいるから、じゃあ年間2000万ですって言うと喜んで払うんですよ。でその中国人に払った2000万円で大学の施設を充実させて優秀な教授を雇ってってなって大学のレベルが上がって、でそれをアメリカ人の学生は安く享受できるんですよ。なので外国人からは高く取る、でも国民は安くするっていうのをアメリカはやってるんですよ。イギリスもねっていうところを見るべきなんですけど、そこを見なくてアメリカが学費高いんだから日本も高いの当然でしょ。で大学行きたいんだったら借金してでも行けよっていうので日本人の教育レベルをどんどん下げていくっていうのは僕は手としては失敗なんじゃないかなと思ってます。
マーチの文系3年生です。親には頼れず、将来奨学金600万を返済しなければいけない。そして性格的にも公務員が合ってるのかなと思ってましたが、飼育員になりたいという夢が諦められずにいます。今から自分で貯めたお金で専門学校に行き、飼育員を目指すのは遅すぎるでしょうか。また公務員に比べると低賃金のため奨学金も返済できないでしょうか。なんとかなるんじゃないですか。働いてれば、奨学金って別にぶっちゃけ返すの伸ばしまくっても、アホみたいな取り立て来ないんですよ。サラ金的なところに請求金借りちゃうと、家まで来たりとか職場まで来てとかあるんですけど、奨学金ってビジネスでやってるわけじゃないので、請求も丁寧なんですよね。奨学金を返してくださいっていうのを職場に伝えてしまうと、借金を負ってるという個人情報を職場に伝えてしまうというのがあるので、奨学金の人が連絡してくるときも、普通に個人名で連絡してきたりするんですよ。西村ですけど佐藤さんいらっしゃいますかみたいな。なので、奨学金の借金の電話が来たっていうのは結構職場も分かんなかったりするんですよ。っていう感じで、ビジネスと違って結構奨学金の場合ってそこまで取り立て頑張んないので、なので別に飼育員になって普通に働いてて、お金が足りないから返せませんっていう時でも、すげえ取り立てが来ないので、なので時間かけてゆっくり返せばいいんじゃないかなと思います。26歳会社員です。学生時代に親が私の奨学金を使い込んでいたのもあり、学費が足りず、現在その時にカードローンで180万借金してます。当初はボーナスや収入をフルで突っ込んで返済しようと思ってましたが、現在の彼女と来年結婚予定しているので、別に破産するわけでもないので、借金返済は毎月3万のまま、のんびり返して先に結婚式を優先して貯めようと考えています。何よりも先に返済に回すべきでしょうか。はい。バカなのかな。のんびりしてると、利子はずっと増え続けるので、返さなければいけない額が増えますよ。なので、借金は早めになくした方がいいですよ。あと、結婚するときに、この人借金がありますってなると、結婚後に返したとしても、相手の親からの印象めちゃめちゃ悪くなりますよ。第一印象として、借金してるようなやつっていう第一印象からスタートするので、対等にならない場合があるんですよね。極つぶしみたいなやつと結婚するのかみたいになったりするので、借金は早めに返した方がいいです。なので、結婚資金っていうのが何に使うのかわかんないですけど、借金してる状態でお金貯めても、借金の額増えるだけなので、それはお金を貯めてるにはなりません。もしその相手があなたを騙すつもりで結婚資金を貯めようよ、借金は後回しにしようよって言ってるんだとすると、多分結婚資金っていうのを持って逃げられます。借金返した方が借金減るから、2人で生活上でも先に借金返した方がいいよねっていうのをちゃんと話して、それが理解できないんだとすると、相手の方はバカなのかあなたを騙すつもりだと思うので、逃げる準備をした方がいいんじゃないかなと思います。4浪の末に明治や青山学院、立教、中央法政に留学した25歳です。浪人の時の予備校時代の借金をしてしまいました。また2回離婚しており、慰謝料という費も払わなければなりません。将来を考えて借金をしたまま社会人になりたくないので、奨学金をかぶり回して借金を返すと考えています。余裕を持って多めに借りているので、学費と生活費を200万ほどあるものですが、それを手堅く月利 3% で回して借金をちょうど返すか、リスクを取って 5% 以上で回してミドルリスクハイリターンを狙うか、どちらがいいでしょうか。残念ながらご自身頭が悪いというのをちょっと確認していただいた方がいいと思うんですけど、頭の悪い人がハイリターンを狙って、で、結果として奨学金返そうとするお金が減るっていうパターンがあるんですよね。で、利回りで奨学金きちんと返せるほど株の才能があるんだったら、4浪しないと思うんですよ。株に関しても、じゃあどういう会社があってどういう値動きをしてるとかっていうのの記憶力が重要なんですけど、記憶力がないんだったら4浪しないっすよね。要は株で儲けてる人がいるし、今株の景気がいいやっていうので多分信じちゃってるのかもしれないですけど、残念ながら頭も良くない状態で借金だけ増えてるっていうのが現実です。なので、その借金を増やさないためにどうすればいいかっていうと、必要のないその額はとりあえずは投資にするのはやめて、先に返せるものはきちんと返すべきだし、さっさと就職して普通に給料をもらって奨学金を返すっていうのをやってください。自分が株で儲けられるって思い込むことがまず間違いです。で、それを確認したいのであれば、別にシミュレーションでいくらでもできるので、なので、1000円とかからかけてみてください。で、1000円でかけてみて、それが10万円とかになるんだったら才能あるかもしれないです。でもその1000円が増えないんだったら才能ないよねっていうのを確認してください。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。